皆さんこんにちは。さすがのめんです。今回はダークウォーターを最後に遊びたいという夢を叶える企画、その第2弾。ボルーンを途中まで塗装していきます。前回は赤ずきんちゃんをイメージしたドロルフを塗装しました。今回は並べた時に負けないくらいインパクトのある一体を目指します。テーマは魔法ファンタジー&キュート。ディズニー作品に出てきそうな、今にもキラキラと魔法をかけてくれそうなフェアリー感をイメージしています。それでは塗装スタート。実は今回、このボルーンは私にとって少し苦手なタイプのミニチュアかもしれません。というのも、毛皮の造形が本当に細かいんです。こういうミニチュアって塗料を厚く塗りすぎると、その細かな毛並みが埋まってしまうことがあります。せっかくここまで作り込まれたディテールなので、それだけは避けたいところ。だから今回はいつも以上に塗料をしっかり水で薄めながら進めています。ウォーハンマー界隈おなじみの牛乳くらいの濃さを目安にしています。薄すぎると全然色が乗らないし、濃すぎるとディテールが潰れてしまう。この加減が本当に難しくて、しかも薄めすぎると今度は溝に塗料が溜まってしまうので本当に奥が深いです。さて、1層目を塗っていきます。ここで焦ると失敗しやすいので、1層目は下地が少し見えるくらいで大丈夫。最初は全然塗れてないって不安になるんですが、それで正解なんです。ここで無理に隠そうとすると一気に塗膜が厚くなってしまいます。なので薄く何度も重ねていきます。案の定ムラがいっぱい。でもここではめげない、しょげない、泣いちゃダメ。私も最初はこのムラを見るたびに失敗したって思っていました。でも不思議なことに薄く重ねていくとだんだん均一になってくるんですよね。あ、ちょっとはみ出したのでこのスティックで修正します。100均で買ったネイル用のウッドスティックなんですが、これがかなりいい感じ。おすすめです。私はまだまだ勉強中なので、YouTube で海外のペインターさんや日本の方の塗装動画をよく見ています。そんな塗り方があるんだ。同じようにやってるはずなのにって、毎回新しい発見と絶望があります。人によって使う筆や塗料も違いますし、見ていて飽きません。ミニチュア塗装って一発で決めるっていうよりも少しずつ育てる感覚なのかもしれません。乾くのが待ちきれなくて追加で塗料を重ねてしまってたびたび失敗するんですけど。結構いい感じに発色してきましたね。この瞬間が結構好きなんですよね。あ、全体像見えてきたってワクワクします。冒頭でも言った通り、今回のテーマは魔法ファンタジー&キュート。もしファンタジーアニメの世界にボルンがいたらどんな色になるかなと考えながら色を選んでいます。ビビッドな色を使いながらもどこか優しくて幻想的。今にもキラキラした魔法をかけてくれそうなフェアリーのような雰囲気を目指しています。前回のドロルフが元気いっぱいなら、今回のボルンは幻想的で可愛いという感じでしょうか。
並べた時に世界観はちょっと違うけど、どっちも楽しいと思ってもらえたら嬉しいですね。今回はベースカラーをしっかり入れるところまで。次回はここからグラデーションを重ねて、もっと立体感を出していこうと思います。このカラーリング、グラデーションが入ると一気に雰囲気が変わる気がするので、私自身もすっごく楽しみです。そういえば、目の色をまだ決めてないんですよね。青や赤は安定で可愛いし、緑も魔法っぽい。紫も神秘的だし、金色なんかもありかもしれませんよね。皆さんなら何色にしますか？ぜひコメントで教えてください。もしかしたらそのアイデアを採用するかもしれません。ということで、今回はベースカラーまで完成。まだ途中段階ですが、ここからどう変わるのか、自分でもすごく楽しみです。前回のドロルフに負けないくらい存在感のある一体を目指して、次回はいよいよ仕上げに入っていきます。完成までぜひ一緒に見届けていただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さすがのメンでした。バイバーイ。